防犯カメラにそれは映りました。カリフォルニア州のとある店。マネージャーが防犯カメラをチェックしてみると、そこにはようわからんもんが映ってました。光ってます。光っているからといって最近額の侵略が激しい私ではありません。それが通るとき、電灯がパチパチと点滅していますね。よく幽霊は電気系機械系のものに干渉すると言いますが、そういうことなんですかね。めっちゃノリノリで歩いているように見えます。ファンキーです。なんか頭部が光ってるということもあり、幽霊というか宇宙人に見えますよね。もしくはユーマ？なんかこういう深海魚いませんでしたっけ？最終的に体は消えて光っている頭部だけが残っています。ミノキシジルの存在を教えてあげたい。皆さんも額の侵略には気をつけてください。一コアです。金曜日の夜、アントンは家で一人チルってました。突然鳴るベル。ベルは突然鳴るか。ベルだけでなくドアをガンガンと叩く音。アントンさん、とりあえずドア付近に行ってみることに。何かあったら怖いのでカメラで撮影をします。ドアの前には女性がいるのがわかります。助けて、おっさんにストーキングされているからここでかくまってほしいと女性は懇願します。私だったらこの時点で新手のつつもたせだと思ってしまいますね。入れますけど、変な下心は全くないですよ。全くないです。はい。彼女を招き入れるとすぐにまたベルが鳴りました。アントンは動かないでと女性に告げ、ドアに向かいます。で、なんで開ける？アントンは何をとち狂ったのかドアを開けてしまいます。おじさん、目の焦点が合っていません。完全に変なおじさんです。ワイフと散歩していたら口論になっちゃってさ、彼女を見失ったんよ。この辺にいるはずなんだけど見てないかいとのたまわっています。アントンは知らないよと告げますが、ここで引き下がる変なおじさんではありません。25年も結婚してたんだよ。青い目でさ、本当に知らないのかい？変なおじさんはしつこいです。うざくなったアントンは、いないっつってんでしょ、バイと言ってドアを閉めようとします。しかし変なおじさんはドアの隙間に首を突っ込んでくるという荒技で応戦。変なおじさん、本当に本当？浮気を疑った彼女のようなことを言っております。アントンはマジだよ、知らねえよと言って変なおじさんを無事追い払いました。ここで動画は終了。なんだか表情がちょっとわざとらしい感じしますよね。初めに入ってきた美女も少し顔を作っている感じだし、変なおじさんもわざと寄り目にして不気味感を演出しているような感じがします。二人とも嘘をつけないいい人なのかもしれませんね。こっちとらぼっちタイムが長いこと続いてんで、Lie to Me、クリミナルマインド、CSI などあらゆる警察もんのドラマを見尽くしてんのよ。陰キャぼっちのポテンシャルを舐めてもらっちゃ困る。あと決定打はアントンがドアを開けたことですね。こんなことするのは海外だったら一発アウト。ナイフや銃を持っていたらどうすんねんって話ですからね。普通開けません。話が長くなるんで結論だけ話しますが、海外に住んでいた時、家の玄関でドアを開けようとしたら背後に気配を感じ振り向こうとしたんです。そしたらドアに体を押さえつけられ、チクリぐらいですが T シャツ越しにアイスピックのようなもので背中を刺されました。逃げ足だけは速いのでうまく逃げ切りましたが、ほんと冷や汗もんでしたね。無論持っていたものは全部盗まれましたが、銃ではなくて本当に良かった。ただたちの悪いストーカーって本当にいますからね。以前に全国ニュースになったストーカーマルジン事件があったんですけど、被害者が知り合いの弟の知り合いの元カノかなんかだったんですよ。言ってみれば完全に赤の他人ってやつですが、繋がっているということだけでもちょっと怖いですよね。警察も実害がないと動いてくれないっぽいですから、本当に皆さん気をつけてくださいね。かくいう私も実はストーカー被害に遭っていた一人なんですが、一度だけ会った女性に十数年間ストーキングされました。
本当に何もしていないのですが、家に帰ると玄関先にプレゼントが置いてあったり、段ボールに入ったお菓子の詰め合わせが置いてあったり、菊が置いてあったり、それお掃除機の時にお供えするやつと突っ込みたい衝動を抑え無視しました。どうやって電話番号を知ったのかは知りませんが、よく夜中に鬼電されました。実家だったのできつかったです。言っていることがはちゃめちゃで、おかんが電話に出ると私にストーカーされている、歩いていると無限に当選簿されるなどとのたまうんです。これガチですからね。便秘に苦しんでいる村上優のような顔をしたおとんに、限りなく黒に近い灰色だろと小1時間問い詰められましたが、実際何もやってないので何もしてないと言い返しました。ですがおそらく信じていませんでしたね。仕方なくその女性の母親に連絡をし、やめてもらうように言ったのですが、どうやら精神的な病を患っているらしく、入退院を繰り返しているとのことでした。その時ちょっとかわいそうになっちゃいましたね。まあこの後も色々あったのですが、このままじゃお互いのために良くないと思い、最終的に私はコロンビア人と結婚してアンデス山脈の方に行ったとおかんに言ってもらい、そのタイミングで実家に出たので、何度かは電話はあったものの徐々にフェードアウトしたそうです。ちなみに女性がストーカーなどの被害を訴えるとき、女性の警官に行った方が親身になって話を聞いてくれるそうです。アントンや私みたいに無条件に家に入れてくれるイケメンがいるとは限らないので、皆さん本当に気をつけてくださいね。ベビーシッターが男の子の様子を撮っています。なんでまた撮っているのかというと、誰かが部屋に入ってくる足音が聞こえたからだそう。普通そうするかな。まあそうするでいいか。床に座ってテレビを見ている男の子の背後にあるロッキングチェアが揺れ始めます。綺麗な画角ですね。揺れはどんどん激しくなります。こんな感じでしょうか。男の子たまらず逃走。アメリカの心霊動画あるある言いたいです。ロッキングチェア揺れがち。それにしてもレイは一体何がしたいのか。オードリーと一緒にIKEAに謝罪してください。